久しぶり。久しぶり。年末ぶりだね。うん。久しぶりの手間おじ会、早速やっていきたいと思います。久しぶりだね、久しぶり。3ヶ月ぶりぐらい。何も覚えてない。そうだよね。ゼロに戻ってるんじゃないかみたいな。毎月お稽古来れるわけじゃないからね、生徒さんみたいに。春なんだ。春のお花。スイートピーとか。あ、そう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 。スイートピー。うん、スイートピー。ああ。おー、すごい。ワンポイント。ワンポイント。ぽいかなとは思ったけど、あんまスイートピーって意識してみたことなかったから、初めてちゃんと認識したの。当てずっぽうだったんだ、今の。だいぶ当てずっぽうだけど、1月かなんかの誕生日なんかじゃない、そうなんだ。スイートピーって確かわかんない。1月か2月か。なんかだから、スイートピーってそこら辺なんだなって思ってたけど、見たことはない、ちゃんと。春の代表的な。そうそう。ああ、なるほどね。何これ。それはね、黒目柳。お黒い目だから黒目柳って言うんだけど。なるほどね。爪黒柳とか。暗黒面に落ちた方の柳。うん、黒柳ね。そうなのか。じゃあまあ今日これとスイートピー。どれがスイートピー？これ。違う。マジで雑だな。当たってなかった。こっち。黄色い方。あ、こっちがスイートピー。そう、蝶々が飛んでるような。ああ、これは紫の方がスプレーストック。ストックって聞いたことないかな。湖上に咲くお花なんだけど、それが枝分かれしてるから、枝分かれって意味がスプレー。ああ、スプレーカーネーションとか。そう、スプレーバラとか、ストックが枝分かれしたバージョンでスプレーストック。じゃあ、ワンポイント。ワンポイント一緒だね。そうだね。この適当だったんだな。今日この3つで。あと葉っぱだね。ああ、なんだ。それは右左どっちで1回いけた。初めましてかと思った。覚えてないな。あれかヤシ。ああ、ヤシっぽいね、確かに。今日はこれもう自由に。マジで。やべえ。今回結構リセット期間あったからな。まあそんなとこでちょっと器をこれから選んでもらおうかね。そうね。やば。決まったね、器。うん、これで。なかなか独特な穴が開いてて、中がこんな感じ。ちょっとこういう引っかかりがあるから、ここに刺していくってこともできる。思ったより使いやすそうだな。そうだね。デコボコしてて、ただ面がすごく強い器だから、器が重く見えちゃうっていうので、まあ斜めに使ったりすると、ああ、なるほどね。弱くなったりするんだけど、穴がね。3つあるから、これもジブリ好きの俺たちには小玉みたいでね。小玉かな。やめとこう。やんない。何でもありになっちゃうから。なんかなかったかな。じゃあ巨神兵じゃん。ああ、そうですね。巨神兵は確かに。いや、痛くなっちゃうから。はーじゃん。顔なしからやっていきましょう。いきましょう。はい。やっていいことなのかちょっとわからんこと。まあ何度も言うようにやっちゃいけないことはないからね。それが綺麗とか面白く見えるかどうかっていうところで。そうね。そういう感じで。はい。そういう感じで。はい。めっちゃフォローしてあげたね。もう頭いっぱいでさ。ちょっとね、イメージ。器はやっぱ強く見えちゃうんでね。で、特に今のこのバランスだと、あれ返しってすごく軽やかな透けてる花材だから、より上と下のバランスっていうのが下が強く見えちゃう。多分今回の取材はこいつになるのかなと。そうだね、パッと見パッと見こいつかなっていうので、こいつをどう生かすかみたいな。こいつ貯められそうなんだよね。ああ、そうだね、柳だから。下手するとボキッといっちゃうけど、下手しそうだな。下手しそうだな。あ、これ思ってた通りにならないかもしれないな。ちょっとやりたいことはあるんだよな。案外たまるかも。一回身につけた技術って忘れないからね。なるほどね。穴に刺す。まあこの器見たらみんなやりがちな。やっぱりやっぱりそうだよね。でもいいんじゃない？器とあって器の特性を生かしてっていうところで止まらないかも。ここでこう来て、この子をこの辺りにこうして針金で止めちゃうとかさ。そうだよね。自然にしたいな、なるべく。対話してるね。久しぶりの植物との対話。黒目柳もいい花材でしょ。綺麗な、目がとっても綺麗で。それはね、確か猫柳の突然って言われてる。猫柳ってちょうど今教室になるんだけど、これの突然変異で急にこう目が黒くなって。確かになんかシルバニアファミリーみたいな。可愛いね。これでも大きくなるとね、可愛くないんだよ。それ人間と一緒だな。あらまあ。あるのよ。あらまあ。すごいっしょ。もうどうした。この状態すごく可愛いんですけど、成長するとこんなもの。どうした。芋虫みたいな。本当に。どうしたよ。
っぱりね、多分俺らも大学生の時の方が可愛げはあったから。可愛いと思うよ。いいと思うよ、おかしい。あの頃は可愛かったよ。一応ね、初めての方もいらっしゃるかもしれないので、最初まず手間おじが1作いけて、でこの後来週かな、自分がその花を手直しして、で3本目同じ火災をまあプロがいけたらどうなるのかなっていうところでやらせていただければなと。あのさ、初めての人まず手間おじって何なんだろうみたいな、多分手間おじがって言われて、手間おじみたいな、さらっとね。そうだいぶそこの何なんだろうそれはみたいなむむってそう結局手間おじって何なんだみたいな。手間理想おじさんね。手間理想をこよなく愛するおじさんがいるわけなんですけども、そうおじさんがいるわけなんですよ。やってもったな。割とコメントでもなんか皆さんね定着してるというか、本当にね、なんか最初そんな相手にされないと思う。ねえねえねえ、結構見切り発車でね、手間おじって言われてちょっとびっくりしてる。いやちょっと今日やっぱりちょっとブランクを感じるな。でもね、過去一ね好きにやったろうかな感は自分の中である日だ。まあブランクが空いたから、そうある意味ね聞いたぞ。いや大丈夫まだいける。いやーやったなー。やっちまったな。合ってるよね。合ってる。今シンプルにちょっとなんかクソって思ったからあんまりリアクションしなかった。うざって思った。クソと思って。貯めるチャージすると違うな。チャージすると綺麗になるね。しなやかになるよね。林はこうチャージじゃないよ。注釈入れといてねと思って。そうこいつがチャージって勝手に言ってるだけですって突っ込まれなくなっちゃったと思って。しれっと許しちゃった。そう。いいな。今日はちょっと事故の香りがするな。今日そうやって見てるとなんか手先のいい運動にもなるよね。確かにそれはそうね。認知症予防、ぜひ行けばな。若い層に広めたいっつっての認知症予防は若か。いや若い時からそうだね。大事ですよ。大事ですよ。まあまたなんか手直しの余地をいろいろと残してくれて、そうあえてね、あえて先生のために、先生のために皆さん誤解しないでいただきたいのが、僕はやっぱ取れ高も気にしなきゃいけない。うるせえ。本当はこんなもんじゃないんだけどね。いや、針金止めるのどんだけかかってんのよ。あんま手先が器用じゃない。そうね。アータイプだから。そう。取材がぼやけてんな。いいところに来てる。取材がぼやけてる。おお、やっとるね。いやちょっとね、こういうことがやってみたいなって今回ちょっと思ったんだけど。なるほどね。ちょっと良くないかなと思い。いったね。おお。やっぱね、難しい。なかなかスイートピーは水上がんない生け方もよろしくないですか。そうだね。そうだから怒られそうかなっていうのはそこなんですよ。怒らないし、別にそういう見せ方もそれがもしかったら綺麗だったらいいんだけど、いや諦めねえ。悔しい。その子も厳しいな。悔しいな。もうそれがしたかったのにずっとそれがしたかったのに、ちょっと本気見せるかな。無理かも。たまんない全然。例えば若干のこういう柔らかさは出るから、怖いなこれ以上やると。稲川淳二怖いなこれな。こうすればこういう曲線ができる。そういう曲線の方に切り替えなきゃいけなくなったよね。腑に落ちてない。おしゃべりだね。おしゃべり。久しぶりってすごい言われて会ったことないけど。名前間違えてたし。どっちも失礼。花も失礼だし。盛り上がってる感じは出してるけど、なんかちょっとそうなんか合わねえなって思いながら喋ってるパターンだね。いやちょっと今回きついな。手持ち無沙汰って暇だな。同じこと言ってる。そうだよね。思った。あんま良くないのバレちゃう。喋んない方がいいって致命的だよね。YouTube で。そんなパキっていくか。さっきよりはこっちの方がいいかな。華やかでいい。現状結構好きだけど。まあそれが一番よね。自分が楽しめればいけばなってそれが一番なんよ。響かなかった。いやじゃあ俺はそうなんですよとかあんま言う立場じゃない。それもなんかさっきから自然にできてるけど、そうだね。下の葉っぱ取るとサイズ小さくできるから。そうなんですよ。なんかね、見てて参考になることが
私めなんかでもよければいやー、気に食わない点はすごくあるんだよな。それは技術的なところで修正できる気がしない。ちょっと技術的に。これも今横からだけど、2つ見せ方があるかなと思ってて、じゃあこれを手直しで、はい、すいません。いろいろとね、皆さんにも参考になればなと思いますので。手持ち無沙汰は暇だわ。バカ。やっぱね、ブランク感じるね。ちょっと反省したいところが多々ありまして、まずね、器選びが良くないところに手を出した感じはしている。一つ目は器。あとは、家財の特徴を把握しきれてなかった。そして今のね、出来上がったものに関して言うと、取っ手みたいになってる部分がめちゃくちゃやっぱ悪目立ちしてる。これね、そうだね、一番これだよね、この輪っか作った部分。まあその辺もじゃあ次回やっていこうか。じゃあまた来週。はい瞑想感がすごく作品に出てる。強さをぶつけ合うっていうのかな。いや、さすがですね。なかなか